はい、こんにちは、山下夏実です。7月18日土曜日、今日は平塚海岸でスキムボードを楽しんでいきました。予報通り朝から南風が入っていまして、波面もかなりオンショアの影響を思いっきり受けた感じの日でしたね。あまり期待してなかったっていうのが、正直なところなんですけど、実際ビーチついてみると結構思ったよりいけるんじゃねみたいな感じで、まだまだこの時間は少し厳しい部分はあったんですが、少し全体1日通して半日通してですが安定してできたかなっていうふうに思います。看板の影響をあまり受けなかったかなといった感じのイメージが強かったです。上げ切ってる時間でも、多少潮が引いてきて反応してきた時間でもあまり波質に大きな差はなくて、多少ブレイクする位置だったりとかブレイクの仕方に少し差は出てたんですけども、割れる距離感とかはほぼ一緒。ほんと波質はもうずっと同じ感じでしたね。インサイドでこんな感じでラップができる感じではあったので、サイズも一応60センチぐらいあったので、朝一は難しいながらにこんな風に結構乗れてた感じではありましたね。適度に左右狙いつつ、ベストラップっていうかサイズがあるラップはやっぱ朝の方が出せたかなっていう気はしますが、こういうのとかも悪くないですね。ただこういうのを取るのが難しかったっていうのはあります。特に風面プラスインサイドで綺麗に巻いてくる波ではない感じだったので、あと朝一は砂が柔らかかったっていうのもあって、こういうラップかなり今のもいいんですけど、今みたいなライディングをするにも結構一苦労みたいな感じでしたね。なかなか難しい波での風面巻きづらい波対策っていう点ではかなりいい練習ができる条件ではあったと思います。しっかり左右狙いつつ、これもフロントサイドスプレーを狙っていきつつ、これはバックサイドでライナー側かな、どっちかっていうとリッピングになっちゃうぐらい中途半端な波でしたね。全体的にね、今地形が深くなってるからスキムもサーフィンもね、巻きづらい、割れづらいっていう条件がほとんどで、できる場所は限られるんですが、特に風が入ってる日とかはね、今日みたいにサイズがあれば別ですが、サイズが下がったらより厳しくなっちゃうかなって感じでしたね。今日とかはまだ比較的サイズ残ってくれてたからね、風波とはいえ。これとかもややスープ気味になりつつですが、よく回しましたね。今の結構エグかったと思うんだけど、綺麗なリッピングだったね。テールがかなり綺麗に踏めてたんだと思う。これも難しそうだが、この最後手前で重なるのをね、テール踏んで耐えるしかなかった感じなんですよね。テール踏んで耐えると乗り切れるんですけど、今度ラップまでを狙いにくくなってしまうって感じで、そこがちょっといいバランスが取れないというか、ラップ狙いたいのと乗り切りたいのが、そこの調整が難しいって感じでしたね。これはエアかな。綺麗だね。結構綺麗に飛んでる。悪くないです。テイクオフ、これはスープ気味かな。でも最後抑え込みましたね、しっかり。これよく乗り切りました。
このラップも、まあ、ちょっと波の形は悪かったけどサイズはあったのでしっかり乗り切れてますね。ベストポジションかつそのベストブレイクに合わせられれば、まあ、いいライディングは出せるって感じだったね。まあ、それを取るのが相当難しいって感じだ。これとかも微妙に外れてるから最後難しいんだよね。まあ、アプローチでシフティ入れたっていうワントリックしたところもあるけど、やっぱポジション外れてる。これはまだいいかな。そうだね、これはかなりいい位置で回した。だね、綺麗に走ってきたね。これまあ映像的には多分今日一かな、おそらく。まあ、サイズはあまりなかったけど回し方とかが相当良かったかなっていうふうに思います。まあ、この辺りは風の影響をもろに食らってて、まあ、分かりやすいぐらい相当波面よれてるの分かるかな。朝の時間はまだ波分厚くサイズもあったからまだなんとか風面でも乗れる場所はあったけど、ちょっと引いてきてこの辺はねブレイクの仕方とかが変わってきてるからパワーがねないとやっぱ一気に乗りづらくはなってしまってますね。まあ、そういう波でもどういう風に乗っていくかっていうのを考えつつやっていく感じ。この辺りちょっとピークも動きながらここで、まあ、ピーク動いてこの辺はもうスタート、まあ、最初ちょっといろいろ試す感じで乗ってますが、やっぱブレイクが少ししやすかったんですよね。パワーはさらになくなっちゃうんだけど気持ちブレイクしてるからいい位置に当てられた時は良かったね。まあ、ちょうどミドルタイドぐらいで移動した感じです。どんどん下げていく中で、まあ、満潮時間ぐらいからずっとやってましたが、まあ、ミドルタイドぐらいでここ移動してきて、まあ本当20メーターぐらい隣に行った場所なんですけど、まあ、そこの動きでも全然波質はね違うぐらい今の平塚は地形がね安定してない感じです。まあ、これとかは、まあ、よくラップしましたね。まあ後からねこの時間のサイズとかをね見た感じ少しサイズがやっぱ下がってた影響がありましたねこの辺り。まあ、ライブでもね途中で何回かサイズが下がってるかもっていうことは話してはいたんですけど、やはり後から情報を見直すとねこの辺りの時間は少しサイズが下がり傾向気味で難しかった時間だね。これとかはフロントスプレーを狙いつつ、まあ、いろんな狙い方をしてますこの辺りは。特にねこの辺りはちょっとフロントラップを狙いたくて結構フロントをガスガスいってんだけど、あとはここからちょっと自分の中で10分ヒートやっていった感じかな。まあ、1個前のフロントから、まあ、ヒート想定で一応今最初の3本打ったここで3本目だったんだけど、まあ、この時点で1分しか経ってなかったので、まあ、かなりいいペースで走ったので4本目で一応ラップ決めて5本目でライナーから3勝負とかな。まあ、展開としては相当良かったね。この時点でまだ3、4分ぐらいしか経ってなかったから、まあ、この時点で3本決まってるからここでフロント打つ。でフロントもしっかり決めて、でまああとはここからどんどん1個上のライディングを狙っていく感じ。こう見るとすごい分かりやすいんじゃないかな自分のヒート展開が。これは最後リッピングスピナー狙って、これはラップを狙って、最初の3本ぐらいでちょっとメイク率は決していいとは言えなかったんだけど、まあ、結構取れそうだなっていうのは分かったんで、その後どんどん攻めていきつつ、まあ、3本決まったらより上のライディングを狙っていく感じだったね。これがラストライドだったかな。そうだね、これがラストライドで、この後バックサイド1本狙ったけど来なかったから終わった感じだね。これはもうヒート外だね自分の中の。まあ、実際こうやってヒート展開やってみるとすごい分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。大会想定としてはやっぱり実際このヒートの時間で何本撮りかも決めてやっていけるとよりいいとは思います。
そのフロントラップラインもいい感じだね。これラップちょっとノズ刺さっちゃったね。さすがにごまかせない、今のは。見せ方が悪い。これとかはね、ちょっとカメラの位置は悪かったけど、まあ綺麗にかぶれてると思います。これ悪くなさそうだけど、ちょっと早いかな、ブレイクが。それポジションが合わなかったね。一番パワーがある意味ない場所だったかもしれない。今の場所で狙うんだったらもうちょい早く出てもよかったかもしれない。さあ、スピナー入れて、これはラップ。よく今、スピナー入れましたね。普通にアプローチするかなと思ったんだけど。まあ意外と距離があったから。これは180アプローチからリッピングをしようとしたけど、まあ先がブレイクしちゃったから何もできなかった感じ。さすがにああいう波は回しづらいですね。まあ、回せたらすごいっす。いいね、これもあんまり綺麗に波が来なかったからあれだけど、悪くないラップラインだと思います。波が綺麗に来てたらおそらく相当いいラップ出してたんじゃないかな。まあこんな感じで今日はね、難しい波ながらでこんな感じでラップ、まあフロントサイドもラップかな、どっちかっていうと左右ラップラインを取りつつ、まああとはワントリック風面対策として練習を行っていった感じです。まあ最後の方はもうかなりもう厳しくなってきちゃってたので、まあサイズがかなり大きくダウンしてたっていうのと、まあ風が強まってたっていうのがあったので、まあかなり厳しいので、まあ最後ちょっとコート前のサーフィンの波チェックだけして、まああんまりやんなくてもいいかなって感じだったので、まあこの辺で練習終わっていった感じとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。